マルチカラー印刷やってみたいけど、捨てるフィラメントの無駄が気になりませんか？色を変えるたびに出るあれもったいないですよね。今日開封するプルサのコアワンプラス、実はこれその無駄がほぼゼロのマルチカラーシステムインテックスに対応予定なんです。プルサはチェコ発で世界では定番の 3D プリンターメーカーです。まず単色機として使って将来マルチカラーに進化できる、そんな機種プルサコアワンプラスを今日は開封していきます。今回の動画はプルサリサーチさんからの提供でお届けします。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。今日はプルサのコアワンプラス 3D プリンターをご紹介していきます。2025年11月に発表されたばかりの最新機種です。この機種単色機なんですけど、将来マルチカラーに拡張できるのが特徴なんです。さて、そのマルチカラーシステムのインデックスって何がすごいのか。簡単に言うと、色を変える時の無駄がほぼゼロなんです。従来のマルチカラーって色を切り替えるたびにフィラメントを捨てる必要がありました。なぜかというと、ノズルが1本しかないから。例えば赤から青に変えたいとき、ノズルの中に残っている赤をまず押し出して捨てないと色が混ざっちゃうんですよね。インデックスは色ごとにノズルがあって、ノズルごと切り替える。だから捨てるのがほぼいらない。しかも最大8色の8素材です。硬い素材、柔らかい素材みたいに違う素材の組み合わせもできます。これが春頃から段階的に展開される予定です。楽しみですよね。で、マルチカラーは楽しみですが、まずは単色機としてのコアワンプラスを今日は開封していきます。インデックスが届いたらそちらも紹介していくので楽しみにしていてください。開封の前に、プルサはユニークな会社なので知っておいてほしいことがあるんです。プルサはチェコプラハに本社がある世界トップクラスの 3D プリンターメーカーです。このメーカーのユニークなところは、買い替えて終わりじゃなくて育てて使い続けるっていう文化があるところです。アップグレードキットで今持っているプリンターを新機種相当にできます。で、普通だったら新しいの出たから買い替えようってなりますよね。でもプルサは今のプリンターをアップグレードしませんかって提案してくれます。愛着のある機体を手放さなくていいし、お財布にも優しいんです。冒頭で紹介したマルチカラーシステムのインデックスもまさにこの流れなんです。今回のコアワンプラスを単色機として買っておけば、将来インデックスキットを追加してマルチカラー機にアップグレードできる。新しいマルチカラー機を買い直す必要がないんですよね。じゃあ箱を開けていきましょう。では開封していきます。まず上に入っている電源ケーブルやビルドプレート、フィラメントなどは全部机の上に出しておきましょう。そうすると箱の蓋みたいなのにも取り出し方が書いてありますね。ではこの取り出し方に従ってやっていきましょう。まずは1番目、梱包材を外しましょう。そしてここからがポイントです。2番目の本体が入っている段ボールを開けるんじゃなくて、この取っ手の部分をそのまま持ち上げる持ち手として使います。取っ手を持って持ち上げることで本体ごと引き上げて机の上にプルサコアワンを出すことができるんです。ただしコアワンは約20キロあるので、持ち上げに自信がない人は2人でやった方が安全です。そして段ボールの底の梱包材にくっついてて、段ボールごと動いちゃうことがあるので、誰かに段ボールを支えてもらうと楽ですね。さて机に置いたら、いよいよ段ボールを開けて蓋を外していきましょう。まず底面の4隅に防振パッドを貼っていきましょう。これが印刷中の振動や音を軽減してくれます。本体を縦の状態にしていきましょう。これ縦の状態にするときにこの段ボールをうまく使うんです。取っ手を持ちながら段ボールをテコみたいに動かしてスムーズに立ち上げることができる。よく考えられてますよね。プリンターを立てたら本体に貼ってあるテープを剥がして扉を開けます。中の固定用の段ボールも外しましょう。言い忘れてましたが、お腹が減ったらハリボーを食べて、次は同梱パーツの確認をしていきましょう。
ハンドブックに一覧があるので照らし合わせながらチェックしましょう。組み立て済みモデルの場合は工具セットやスペアパーツは使いませんが、将来のメンテナンス用に保管しておいてくださいね。では次に LCD パネルを取り付けていきます。前面の LCD パネルを取り付ける部分、ここがマグネットになっています。まずこのマグネットを剥がすように取ってください。マグネットを取ったら LCD パネルをその場所にはめて、さっき外したマグネットをはめ込むことでパネルが固定されます。カチッといきましょう。最後にビルドプレートをセットして、そしてフィラメントホルダーをセットしてください。これで本体の組み立ては全て完了です。どうですか、この佇まい。いい質感ですよね。ここまで開封を見てきましたけど、いかがですか？このチャンネルでは今日みたいな新しい 3D プリンターの紹介だけではなくて、生成 AI を使った 3D モデリングとか 3D プリンターをもっと楽しくするアイデアなんかも発信しています。インデックスキットが届いたらマルチカラーの徹底レビューもやる予定です。見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をしておいてもらえると嬉しいです。さて、電源コードをつないで電源をオンしていきます。ここからのセットアップは画面の指示通りに進めるだけなので、流れだけ追っていきますね。電源を入れたら言語を日本語に設定して、 Wi-Fi はアプリにパスワードを入れてスマホで MNFC をかざせば完了です。プルサコネクトへの登録やファームウェアアップデートも画面通りで OK です。一つだけ面白いポイントがあって、ロードセルテストです。画面にノズルをタッチしてくださいって出るんですよ。指先でノズルの先端を軽く触る。触るのってなりますよね。センサーの反応を確認しているんです。その後フィラメントセンサーのキャリブレーションが自動で走って、もうファーストプリントできる状態です。じゃあファーストプリント 3D ベンチを印刷していきます。ここでスマホからの印刷方法を紹介しますね。これがすごく手軽なんですよ。プルサのアプリプリンタブルズと連携しているんで、印刷したいモデルを見つけたらアプリからそのまま印刷できます。プリンタブルズから 3D ベンチを選んでイージープリントボタンをタップ。プリンターはコア1プラスを選択しておいてくださいね。でフィラメントは今回プルサのペット G を使います。セッティングでレイヤーの高さを変えることもできます。ディテイルドバランスドファーストってあるんですけど、さっと確認したいのでファーストでいきましょう。これだけです。ソファーに座りながらでも印刷開始できちゃいます。ファーストプリント 3D ベンチが完成しました。見てください。これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。このプルサオレンジ発色がすごくいいんですね。この鮮やかなオレンジがパキッと出て、何印刷しても映えそうな色です。初回プリントでこの仕上がりならかなり期待できそうですよね。2つ目は生成 AI で作ったアーサー王のモデルです。これ 3D プリント的にはかなり難しいモデルなんですよ。エクスカリバーが岩に刺さった状態で斜めになっていて、しかも剣が薄い。顔の表情も高精細に作り込まれているので、ちゃんと再現できるかが勝負です。実は別のプリンターで先に試した時に剣の部分を積み上げていく途中で振動に耐えられなくて折れちゃったりしたんですよね。薄くて細い剣を斜めに積層していくのはやっぱり難しいんです。で、コア1プラスで印刷した結果がこちら。見事に成功しました。アーサー王の顔の表情、エクスカリバーを握る手の様子、剣、岩、鎧、マントが翻っている様子、それぞれの質感がリアルに再現されてます。コア1プラスの振動抑制が効いているのか、薄い剣も折れずに最後まで印刷できました。この仕組みについてはこの後詳しく紹介しますね。最後のプリントを紹介する前にコア1プラスの特徴を見ていきましょう。注目ポイントは3つです。印刷の失敗を減らすためのポイントがそれぞれあります。1つ目、温度管理の仕組みです。3D プリンターって印刷中に温度が変わると素材が反ったり縮んだりするんですよね。で、コア1プラスにはアクティブチャンバーっていう機能があって、庫内を温めて温度を一定に保ってくれます。ABS や ASA を反らずに印刷するにはだいたいこの庫内が50度ぐらい必要なんですけど、
コア1プラスは最大55度まで上げられます。これがあるだけで反りやすい素材の難易度がガクッと下がります。2つ目、排気の自動制御です。3D プリンターって素材によって熱を逃がした方がいいとか密閉した方がいいが違うんですよね。で PLA は熱がこもると詰まりやすい。でも ABS は密閉しないと反ると。でコア1プラスには自動トップベンドっていう機能があって素材に合わせて自動で切り替えてくれます。この判断を仕組みで支えてくれるのはありがたいポイントです。そして3つ目、静音性です。3D プリンターってモーターの動作音が気になることが多いんですよね。でコア1プラスにはフェーズステッピングっていう制御があってモーターの振動ノイズを抑えてくれてます。普段の振動音が気になりにくいんですね。ただし正直言うと ABS や ASA みたいな高温で印刷する素材を使うときは、庫内を冷やすためにファンが回るので、風切り音が出ます。この手の素材を使わない方はあまり気にしなくても大丈夫です。ここまでの特徴をまとめると、温度管理、排気制御、静音性で安定稼働を狙った密閉機って言えますね。最後に PLA も試していきます。で、今回の PLA はちょっとこだわりのフィラメントを紹介させてください。プルサメント RPLA ナチュラルピグメンツっていうフィラメントなんですけど、これがちょっと変わってるんですよ。まず産業廃棄物からリサイクルされた PLA でできてます。そして着色料が包装類とかの有機廃棄物を加工したものです。人工的な顔料が一切入ってないんです。だからちょっとバッジごとに微妙に色合いが違って一つ一つユニークな仕上がりになります。性能は通常の PLA とほぼ同じです。ただ若干脆くて吸湿性があるので保管には気をつけてください。環境負荷が低いので家庭での装飾とかインテリア系のものを作るのにぴったりだと思います。でこういう環境への取り組みってプルサならではだなって思うんですよね。なかなか他のメーカーでは作れないフィラメントだと思います。でこちらの RPLA で印刷してみたのがこちらミニデスクゴミ箱です。でベースモードっていう花瓶モードで印刷してます。花瓶モード知ってます？この一筆書きみたいにフィラメントを1本ずつ積み上げていくので壁がすごく薄くできるんですよね。だからこの軽い感じが出るんですけど、持ってみると全体的にしっかりしてます。初回の PLA プレントでこの精度なかなかですよね。机の上にちょこんと置いてみましたが、正直これゴミ箱にするには可愛すぎる気がするんですけどね。天然顔料の柔らかい色合いがインテリアにすごく馴染んでいます。今回はコア1プラスを開封してテスト印刷をしてきました。改めて整理すると、この機種のポイントは温度管理、排気制御、静音性、失敗を減らす仕組みが揃っていること、そしてインデックスで将来マルチカラーに拡張できること。まずは単色機として楽しんでみて、いろんなものを作ってみて、いよいよ春のマルチカラー印刷に備える、そういう使い方ができる機種かなと思います。冒頭でお話ししたインデックス、春が楽しみですよね。届いたらまたこのチャンネルで徹底検証します。本当にパージが減るのか、実用的なのかレビューする予定なので、見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ビルドサイズですね。ビルドサイズ、これビルドプレートです。250×220×270mm です。価格なんですけど、2月17日時点で組み立て済みが20万3900円、キットが15万6800円です。キットは自分で組み立てる必要がありますが、その分安いです。組み立て済みはすぐ使い始められます。おまけとしてフィラメントが1個ついてくるのと、インデックスアップグレードの100ドルオフのバウチャーもついてきます。為替の影響で価格は変動するので、購入時には必ず公式サイトで最新価格を確認してください。
概要欄にリンクを貼っておきます。コアワンプラスでこんなの印刷してみたいよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ちょっと編集後期です。今回のコアワンプラスなんですけれども、プルサリサーチさんからご提供いただきました。チェコのプラハから届いてます。プルサは私のお気に入りのメーカーの一つで、プルサ XL は自分で買ってるんですよね。XL もツールチェンジャーシステムを使っていて、マルチカラーでも廃棄物がすごく少ないんですよ。それを求めて買いました。開封動画も撮っているので、興味ある方は概要欄から見てください。で、今回初めてプルサさんからこちらをいただいたので、せっかくなので創業者さんの話をさせてください。創業者のヨセフ・プルサさん、1990年生まれなのでまだ若いんですよね。チェコの小さな村の出身の彼が19歳の時にレプラップっていうオープンソースプロジェクトに参加して作ったのがプルサメンデルっていう 3D プリンターです。これ 3D プリンターの T 型フォードって言われてるんですよ。T 型フォードってどういうことかっていうと、自動車を大衆に普及させた車なんですけれども、それぐらいのインパクトを 3D プリンター業界で起こしたって感じですね。誰でも作れるし買えるものにしたっていうことなんです。で、2012年に会社を立ち上げるんですけれども、最初はプラハの地下室だったそうです。なんと近所のピザ屋から箱をもらってきて、それにプリンターのパーツを詰めて世界中に発送してたらしいんですよ。そして今これだけ大きい会社になっても外部の投資家を入れてなくって、創業メンバーだけで経営して自分たちの作りたいものを作るっていう姿勢を貫いてます。プラハの本社の工場には今や700台以上のプリンターがずらりと並んでて、自社製品のパーツを自社の 3D プリンターで生産している。つまり自分たちで使って不良があれば、不満があれば改良する、このサイクルがプルサの信頼性の秘密なんですよね。で、マルチカラーのインデックスキットが解いたら、いろんなものをちょっと印刷して試していこうと思っています。マルチカラーでこういうものを作ってほしいみたいなリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。